こんにちは、あやこです。今回は我が家の家計管理方法についてご紹介したいと思います。家計管理の方法と聞くとよくこのやり方でいくら貯まりましたなどと目にすることもあるんですが、まずはじめに共有しておくと、我が家の方法は節約を目的としていないので、お金は特に貯まりません。そして支出は右肩上がりです。また我が家では前の月にかかった金額を計算し、それを折半するという方法をとっているので、毎月必ず夫婦で1時間以上時間をとっています。正直言って手間がかかります。むしろ家計簿アプリだけでは完結せず、面倒な工程を取るという運用にしています。じゃあ一体なぜそんな面倒なことをやっているのかっていうと、一番の理由は夫婦のコミュニケーションの円滑化を図っているのかなと、それが大きいかなと考えています。月に1回夫婦でお金に関する振り返りを行うことで、お金や将来のことについてどう考えているのかという価値観のすり合わせになっていますし、月に1回そういった話をしていることもあってか、お金に関する話は私たちにとって特別なことではなく、日常的にフランクにお金に関することを話できていると感じています。また前提が揃っているので、夫婦でお金を出し合って大きな買い物をするときなどにもスムーズに物事が進みます。では具体的な家計管理方法をお話ししていきます。まず我が家では生活費はかかった分を折半にしていて、毎月定額をお互い入れるとかいうことではなく、前の月にかかった実際の金額の半分をそれぞれ出し合っています。また夫婦別財布になっていて、共有の口座を持たずにお小遣いや貯蓄の塩梅もそれぞれで管理しています。図で説明すると、それぞれのメインバンクを楽天にしており、生活費に関する決済のほとんどをパートナーが契約している楽天カードに集約しています。私はその楽天カードの家族会員なので、カードを使ったすべての支出がパートナーの楽天銀行の口座から引き落としされるようになっています。そのため前の月にかかった分の生活費、クレジットカードの支払い額を折半した分を、私から彼の口座に振り込むという形をとっています。それ以外の貯蓄、投資、消費はそれぞれ自由に行っていますが、2人とも投資は楽天証券で、お小遣いはそれぞれの楽天カードという形で、楽天経済圏に片足を突っ込んでいるという感じです。私はよく楽天ペイを使っていて、生活費のものの場合は家族カード、自分の趣味のものを買うときは自分のカードなど、支払うものに応じて連携するカードを変えて支払っています。そしてここからが面倒なのですが、前の月の生活費のデータが確定したら精算会というものを開いています。精算会ではマネーフォワードから生活費のクレジットカードのデータをダウンロードします。そして自作のスプレッドシートに当てはめていきます。こんな感じで支出を項目ごとに振り分けていき、最終的な生活費の合計を算出したら、私からパートナーの口座へ送金します。別タブでは月ごとのデータをまとめていて、グラフで可視化できるようにしています。これを振り返りながら思ったことをお互いに話すという時間になっています。そんなことをしていて、なんだかんだ1時間以上かかることもあります。でも毎月やっていて、過去の自分たちのデータが溜まっていく感覚も楽しいですし、食費の使い方は変わってないから本当に物価って上がってるんだよねとか、なんでこの月こんなに使ったんだっけ、外食多かったからだね、また行きたいねなんてことを話したりしています。お小遣いや貯金、投資などはお互い干渉はしていませんが、同じタイミングで銀行や証券口座の資産からクレジットの利用額を差し引いたものを総資産として計上し、それぞれの推移を見ています。そのためかなり透明性は保てているかなと思っています。全体の流れをまとめると、まず支出はなるべく一つのクレカに集約します。
その月の支払額が確定したら、引き落とし日までに清算会を一度開催し、生活費を折半します。それを毎月続けていくという感じです。私は昔から散財派で、若い時にはリボ払いでの借金苦に陥っていったっていう時代もあったんですが、このやり方だとある程度の緊張感もありつつ、自分でお金の使い道を自由に決められるため、ストレスなく生活できています。以上、結構ざっくりではありますが、我が家の家計管理の方法でした。もし皆さんのおすすめのやり方があったら教えてください。ご視聴いただきありがとうございました。